ゆっくり解説、狂気とカリスマ。スクリーンに刻まれた伝説、メル・ギブソン不滅の傑作ベスト10。皆さんこんにちは、レイムです。ねえマリサ、俳優として大スターになった人が、今度は監督として歴史的な傑作を撮るって、本当にすごいことよね。おう、まさにその言葉がぴったりな男がいるんだぜ。今回は狂気のヒーロー、そしてカリスマ監督という二つの顔を持つ伝説の男、メル・ギブソンを大特集するぜ。メル・ギブソン、マッドマックスのワイルドなヒーロー役、本当にかっこよかったわ。監督もしてたなんてすごいわね。ああ、だが彼の映画人生は波乱万丈でな。輝かしいキャリアの裏でどん底も味わい、プライベートでのスキャンダルや失言によって一度はハリウッドから追放されながらも、不死鳥のように蘇ったんだ。壮絶な人生なのね。逆境を乗り越えてきた経験が、彼の作品に特別な狂気や凄みを与えているのかしら。その通りだぜ。今回のベスト10は、そんな彼の狂気とカリスマを存分に味わえる傑作揃いだ。早速見ていこうぜ。第10位、マーベリック、1994。ねえマリサ、いよいよベスト10の発表ね。トップバッターはどんな作品かしら？やっぱり激しいアクション映画？いや、それが違うんだな。第10位は、彼のパブリックイメージを覆した傑作ウエスタンコメディ、1994年のマーベリックだぜ。コメディなの？メル・ギブソンにそんな陽気なイメージはなかったわ。てっきり、荒野で悪党をなぎ倒すような役かと。それこそがこの映画のミソなんだぜ。本作で彼が演じたのは、重の腕より口が達者な天才ギャンブラー役。いつもの狂気を内に秘めて、粋でクールな魅力で観客を魅了したんだ。それは意外だわ。何か特別な作品だったの？ああ、この映画はもともと、50年代に大ヒットした同名のテレビシリーズが原作でな。さらにすごいのが、そのテレビ版で主役だったジェームズ・ガーナーが、本作では保安官役で登場するんだ。まさに新旧マーベリックの共演ってわけだぜ。わあ、粋な演出ね。オリジナルファンにはたまらないでしょうね。他のキャストもすごいの？もちろんだ。監督は、リーサルウェポンでも組んだリチャード・ドナーだし、共演には名女優ジョディ・フォスター、さらに西部劇の伝説ジェームズ・コバーンまで顔を揃えている。まさに遊び心満載のオールスターキャストなんだぜ。そんな豪華なメンバーの中で、アクションを封印してコミカルな役を演じきったメル・ギブソン。なんだかすごく見てみたくなったわ。だろ？彼のカリスマ性とユーモアのセンスが光る、痛快なエンタメ西部劇だ。だからこそ、輝かしいキャリアの第10位にランクインなのぜ。第9位、身代金、1996。10位は陽気なギャンブラーだったけど、9位はどんな役かしら？今度こそ、彼の本領が発揮されるようなシリアスな役？その通りだぜ。第9位は、1996年公開の傑作サスペンス、身代金だ。ここでは、息子を誘拐された父親の、常軌を逸した怒りと狂気が爆発するんだ。うわぁ。聞いただけでもハラハラするわね。常軌を逸したって、一体どんな行動に出るの？普通、誘拐されたら犯人の要求通り身代金を払うだろ？だが、メル・ギブソン演じる父親は違った。なんとテレビで、犯人に渡すはずの身代金を、お前の首にかける懸賞金にすると宣言しちまうんだぜ。そんなことしたら、息子さんの命が危ないじゃない。いくら憎い犯人相手でも、自分の子供を危険にさらすなんて、正気の沙汰とは思えないわ。ああ、まさに前代未聞の脅迫だ。彼が演じる主人公は、目的のためには手段を選ばない非情な経営者でもあるんだ。この狂気的とも言える決断は、愛する息子を救うため、そして犯人への不信と怒りが、常識を超えた行動に彼を駆り立てた結果なんだ。この危機迫る演技は圧巻だぜ。なるほど。犯人と真っ向から心理戦を挑むのね。監督や共演者もすごいの？監督はアポロ13の名将ロン・ハワードで、犯人の黒幕を演じたゲイリー・シニーズとの行き詰まる対決も見どころだ。ちなみにこの作品は、1956年の誘拐という映画のリメイクでもあるんだぜ。ただのサスペンスじゃないのね。
父親の狂気と愛情がぶつかり合う壮絶な物語。メル・ギブソンの真骨頂って感じがするわ。その通りだ。愛する息子を取り戻すためなら悪魔にもなる。そんな父親の壮絶な覚悟を見事に体現した彼の演技が、この映画を忘れられない傑作にしているんだぜ。第8位、機械、1981。9位は本当に重いテーマだったわね。次はどんな作品が来るのかしら。第8位は、若き日の彼のみずみずしい演技が光る、隠れた名作だ。ハリウッド進出前に母国オーストラリアで主演した戦争ドラマ、1981年の誓いだぜ。誓い。初めて聞いたタイトルだわ。マッドマックスでブレイクした直後くらいの作品かしら？その通り、当時25歳のメル・ギブソンが、戦争という過酷な現実に翻弄されるナイーブな青年フランク役を見事に演じているんだ。監督は、後に今を生きるなどを手掛ける名将ピーター・ウィアーだぜ。ピーター・ウィアー監督なのね。それはすごいわ。どんな物語なの？この映画は前半と後半で雰囲気がガラリと変わるのが特徴なんだ。前半は雄大な自然を舞台にした青春ドラマで、対照的な二人の若者が友情を育んでいく様子が描かれる。なんだか爽やかな始まりなのね。でも、戦争映画なんでしょう？ああ、後半、彼らが第一次大戦の激戦地ガリポリに送られると、物語は一変する。そこにあるのは、無慈悲で凄惨な現実だけだ。そしてこの映画は、その結末が本当に衝撃的なんだ。衝撃的な結末。フランクが仲間のための攻撃中止命令を届けるために必死で走るんだが、間に合わない。多くのレビューで見る人の胸に銃弾を撃ち込むと評された。戦争の無情さを突きつけられる悲劇的なラストなんだぜ。聞いているだけで胸が苦しくなるわ。マッドマックスの狂気とは全く違う。繊細な演技が求められる役だったのね。ああ、だからこそ彼の俳優としての才能を証明した一作でもあるんだ。荒々しさだけじゃない、若きメル・ギブソンの魂の演技に触れられる、忘れられない傑作だぜ。第7位、ハクソーリッジ、2016。次は第7位ね。メル・ギブソンが今度はどんな狂気を見せてくれるのかしら？おう、今回は俳優としてじゃない。10年もの沈黙を破って、監督としてハリウッドに帰還したのろしとも言える作品だ。第7位は、2016年の監督作、ハクソーリッジだぜ。監督作品、彼が出演してなくても、このランキングに入れていいの？もちろんだ。彼の伝説はスクリーンの中だけじゃないからな。カメラの後ろから世界を震撼させる。それこそがメル・ギブソンのカリスマの証明だ。これは実在した兵士の、信じられないような物語なんだぜ。実はなの？どんな人のお話？主人公はデズモンド・ドスという兵士だ。汝、殺すことなかれという信念から、銃を持つことを断固拒否した。それでも国のために尽くしたいと、衛生兵として第二次大戦の沖縄、あの激戦地、ハクソーリッジに赴いたんだぜ。武器を持たずに戦場へ、正気の沙汰じゃないわ。無事でいられるはずがないじゃない。普通はそう思うよな。だが彼は奇跡を起こす。メル・ギブソン監督ならではの、目を背けたくなるほどリアルで凄惨な地獄絵図の中で、彼はあと一人、もう一人と祈りながら、たった一人で75人もの命を救ったんだ。75人、信じられないわ。まさに神様が見ていたとしか思えない奇跡ね。ああ、この映画は世界中で絶賛され、アカデミー賞では作品賞や監督賞を含む6部門にノミネート。見事に部門で受賞を果たしたんだ。俳優を取る側に回っても、彼の映画作りにかける情熱と狂気は全く衰えていないことを見せつけた。だからこそ、これは彼のキャリアで絶対に外せない傑作なんだぜ。第6位、パッション、2004。10年ぶりの監督作であれだけのものを作るなんて、メル・ギブソンはただものじゃないわね。第6位はもっとすごいのかな？ああ、ここからがメル・ギブソンの狂気の真骨頂だぜ。第6位は、世界中に凄まじい論争を巻き起こした監督人生最大の問題作、2004年のパッションだ。パッション、イエス・キリストの映画よね？どうしてそんなに問題作になったの？普通の伝記映画とはわけが違う。
この映画はキリストの生涯ではなく、彼が十字架にかけられるまでの最後の12時間の肉体的な苦痛だけに焦点を絞っているんだぜ。12時間の苦痛だけを、想像しただけでも辛いわね。その描写がとにかく凄惨なんだ。特に鞭打ちのシーンは目を背けたくなるほどリアルで、あまりの過激さに鑑賞中に心臓発作で亡くなった方まで出たと言われている。まさに監督としての狂気ね。特別なこだわりがあったの？リアリティへの執着がすごい。彼は私財を投じてこの映画を制作し、セリフは全編、当時の言語とされるアラム語とラテン語で撮影した。ギブソンの意向で、今でも日本語吹き替え版は存在しないんだぜ。そこまで徹底するなんて。でも、そのせいで世界中から批判されたんでしょう？その通りだ。反ユダヤ主義的だと世界中で大論争になった。だが、その過激な内容と論争は世界中で話題となり、最終的に世界中で6億ドル以上という歴史的な大ヒットを記録したんだ。それほどの反発を覚悟で自分の信じるものを取り切った。これこそがメル・ギブソンという映画人の凄まじい執念の表れなのさ。第5位、リーサルウェポン、1987。監督としての狂気もすごかったけど、やっぱり俳優としてのメル・ギブソンが見たいわ。次はどんな役なのかしら？待ってましただな。第5位は、80年代のアクション映画史を塗り替えた不滅の金字塔。1987年のリーサルウェポンだぜ。わあ、リーサルウェポン。これぞメル・ギブソンって感じの映画よね。タイトルは人間狂気って意味なんでしょう？その通り、彼が演じた刑事マーティン・リップスは、まさに歩く最終兵器。元特殊部隊員で射撃も格闘も超一流なんだが、最愛の妻を亡くしたショックで精神的にボロボロ。自ら死を望む、とんでもなく危ない男なんだぜ。そんな危険な刑事とコンビを組む人、大変じゃない？そこがこの映画の最高のポイントなんだ。相棒のマータフは、ダニー・グローバーが演じる家庭を大事にする温厚なベテラン黒人刑事。正反対すぎるだろ？水と油みたいな二人ね。だからこそ面白いのかしら。最初は反発し合う二人が、凶悪な麻薬組織を追ううちに固い友情で結ばれていく。派手なアクションだけじゃなく、マータフの温かい家族との交流を通して、リップスが少しずつ人間性を取り戻していくドラマが、見る者の胸を熱くさせるんだ。なるほど、アクションと人間ドラマのバランスが絶妙なのね。マッドマックスと並ぶ代表作って言われるのも納得だわ。このマーティン・リップス役で、メル・ギブソンは世界的なアクションスターとしての地位を不動のものにした。狂気と悲しみを抱えたヒーローという唯一無二のキャラクターが、この映画をただの刑事ものじゃない、伝説のバディムービーにしたんだぜ。第4位、マッドマックス、1979。5位のリーサルウェポンもすごかったけど、いよいよトップクラスね。第4位は何かしら？ここから先は、もはや映画史の伝説だ。第4位は、世界中の度肝を抜き、メル・ギブソンというスターを世に解き放った記念碑的傑作、1979年のマッドマックスだぜ。出たー、マッドマックス。でも、後のシリーズみたいな世紀末の世界とはちょっと雰囲気が違うって聞いたことあるわ。そうなんだ。この第一作は、まだ文明が完全に崩壊する前の、法と秩序が壊れかけた社会が舞台。そして、幸せな家庭を持つ普通の警官だったマックスが、どうしてマッドな復讐者になったのかを描く、まさに始まりの物語なのさ。なるほど。カーアクションがすごいって有名だけど、昔の映画なのにそんなにすごいの？レベルが違うぜ。CG なんてない時代に、スタントマンが命がけで本物の車やバイクをぶっ飛ばしてる。その生々しい迫力と狂気は、今の映画じゃ絶対に出せないもんだ。しかもこれを撮ったジョージ・ミラー監督は、医学生時代に作った短編がきっかけでデビューしたんだ。信じられない低予算でこれを撮ったんだから、まさに奇跡だぜ。低予算で、信じられないわ。メル・ギブソンもこの時がデビュー？当時全くの無名だった彼がこのマックス役で世界に発見された。愛する家族を奪われ、感情を失った復讐の鬼へと変貌していく姿は圧巻だ。この生々しいバイオレンスとスピード感は、
世界中のアクション映画に衝撃を与えたんだぜ。すごい。映画の歴史を変えた一本なのね。俳優メル・ギブソンの原点がここにあるってわけね。その通りだ。ここから彼の伝説は始まった。愛が狂気に変わる瞬間を刻みつけた、永遠に語り継がれるべき傑作だぜ。第3位、アポカリプト、2006。4位がマッドマックスなら、いよいよベスト3は本当にすごい作品ばかりね。次は一体どんな映画が来るの？ああ、ここからは彼の狂気とカリスマが完全に融合した領域だ。第3位は、またしても監督メル・ギブソンの才能が爆発した傑作、2006年のアポカリプトだぜ。また監督作なのね。アポカリプトって、確かマヤ文明が舞台の映画よね。なんだか歴史の勉強みたいで難しそう。そう思うだろ？だが、この映画に難しい理屈は一切不要だ。これは究極のサバイバルアクション。しかも設定が常識破りなんだ。パッションに続いて、これも全編マヤ語で、有名な俳優は一人も出てこないんだぜ。セリフが全部マヤ語で、ハリウッドスターも出てこないの？それで映画として成立するのかしら？成立させるのがメル・ギブソンの天才たるゆえんさ。物語は驚くほどシンプル。平和に暮らしていた主人公が、村を襲撃され、とっさに深い穴の中へ隠した妊娠中の妻と子を救うため、ひたすらジャングルを走り抜く。ただそれだけの話なんだ。ただ走るだけ。本当にそれだけで最後まで見続けられるの？これがとんでもなく面白いんだぜ。メル・ギブソン特有の、目を背けたくなるほど生々しいバイオレンスと、観客がまるで主人公と一緒にジャングルを疾走しているかのような、圧倒的な臨場感。理屈じゃなく、人間の本能に直接訴えかけてくるんだ。言葉がわからなくても、スターがいなくても、映像の力だけで観客を引きつけるなんて、本当にすごい監督なのね。そうだろ？ハリウッドの常識を完全に無視して、己の撮りたいものだけを撮り切る。その狂気と才能が見事に結晶化した、唯一無二の傑作なんだぜ。第2位、マッドマックス2、1981。いよいよ第2位ね。3位が監督としての才能が爆発した作品だったから、今度は俳優としてのメル・ギブソンが見られるかしら？ああ、もちろんだ。そしてこれはただの続編じゃない。前作をあらゆる面で凌駕し、アクション映画の歴史を塗り替えた最高傑作だ。第2位は、1981年のマッドマックス2だぜ。2？やっぱりすごい人気なのね。前作とはそんなに違うの？全くの別物と言っていいぜ。前作の10倍の予算を投じて、世界観が完全に進化してるんだ。大戦争で文明が崩壊した後の世界、石油をめぐる構想、そしてあの有名なモヒカン頭の暴走族。私たちが世紀末と聞いてイメージするものは、すべてこの映画が作り出したと言っても過言じゃないぜ。まさに北斗の拳の世界観そのものね。悪役もすごそう。ああ、ホッケーマスクの筋肉男、ヒューマンガスに、赤モヒカンの強戦士、ウェズ。一度見たら絶対に忘れられない強烈な悪役たちが最高だ。そして何より、クライマックスの巨大タンクローリーをめぐるカーチェイスは、CG なしの生身のアクションとして、映画史の伝説になってるんだぜ。物語も変わったの？前作は個人的な復讐劇だったけど、そこも進化した点だな。ジョージ・ミラー監督は英雄神話を参考にして、心を閉ざした一匹狼のマックスが、結果的に人々を救うことになるっていう、普遍的なヒーローの物語へと昇華させたんだ。だからこそ、ただのバイオレンス映画で終わらない深みがあるんだぜ。なるほど。世界観、アクション、物語、すべてがパワーアップしてるのね。まさに伝説になるべくしてなった作品ってことね。その通りだ。この映画がなければ、その後のアクション映画の歴史は全く違うものになっていただろうな。メル・ギブソンの寡黙なヒーロー像を不動のものにした、文句なしの傑作だぜ。第1位、ブレイブハート、1995。ついに第1位ね。2位がマッドマックス2なら、それを超える作品って一体何なの？ああ、これこそが彼の俳優人生と監督人生、その全てをかけて作り上げた最高傑作だ。
栄光の第1位は、1995年公開、ブレイブハートだぜ。ブレイブハート、スコットランドの英雄の物語よね。メル・ギブソンが監督と主演の両方をやったって聞いたことあるわ。それだけじゃない。制作も兼ねて、なんとアカデミー賞で最高の栄誉である作品賞と監督賞を含む5部門を制覇したんだ。俳優が監督主演した映画でこれを成し遂げたのは、映画史でも数えるほどしかいないようだぜ。すごすぎるわ。俳優としてのカリスマと、監督としての才能が完璧に合わさったってことなのね。その通りだ。物語は、イングランドの圧政に苦しむスコットランドを舞台に、愛する者を奪われたウィリアム・ウォレスが自由のために立ち上がるというもの。数千人のエキストラが激突する合戦シーンは圧巻で、特に騎馬隊を無数の槍で迎え撃つシルトン戦法の迫力は息を飲むぜ。歴史スペクタクルとしても超一流なのね。でも、物語で一番有名なのは、やっぱりあのラストシーンでしょう？ああ、捕らえられ、民衆の前で凄惨な処刑を受けるウォレスが、最後の力を振り絞って叫ぶんだ。フリーダム、ってな。あの魂の叫びは、映画史に残る名場面として永遠に語り継がれている。ちなみに、ソフィー・マルソー演じる皇太子妃とのロマンスは、史実とは違う映画ならではの脚色なんだぜ。そうだったのね。でも、そのおかげで物語がよりドラマチックになっているのかも。愛と自由のために戦い抜いた彼の生き様、本当に感動するわ。狂気的なまでの情熱で、一人の男の生き様を壮大な女子誌に仕上げた。俳優として、そして監督として、メル・ギブソンの全てがここにある。これぞまさしく第一位にふさわしい不滅の傑作だ。総評またはまとめ。はぁ、すごかったわね。俳優としても監督としても、本当に伝説的な人なんだってよくわかったわ。だろ？今回のランキングを振り返ると、彼がいかに狂気とカリスマを併せ持った、唯一無二の映画人であるかがわかるよな。過激な暴力描写が目立つけど、その奥にはいつも愛とか信念とか、すごく人間的なテーマが流れている気がしたわ。その通りだぜ。それこそが、彼の作品が私たちの心を揺さぶり続ける理由なんだ。こうして見ると、どの作品にも彼の強烈な作家性が刻み込まれているのがわかるよな。さて、今回のランキング、あなたはどうだったかな？あなたの心に最も残っているメル・ギブソン作品は何ですか？ぜひコメント欄で、その作品への熱い思いを聞かせてくださいね。この動画を少しでも楽しんでいただけたら、高評価とチャンネル登録をしていただけると、今後の動画制作の大きな励みになります。それじゃあ、また次回の動画で会おうぜ。